この麻婆豆腐の最大のポイント今からやるから、これぜひ覚えてください。はい、皆さんこんにちは、陳健一です。これから、麻婆豆腐を作りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それじゃあまずね、材料の方をね、準備いたしましょうね。はい、こちらにあります豆腐、それからあとネギですね、白いネギと、これ葉ニンニクね、これが入るとねすごく香りがいいんだよね。それからあと、豚のひき肉、このね材料を用意します。それじゃあまずね、野菜の方から切っていきましょう。この葉ニンニクなんですけど、ちょっと特殊な切り方します。こういう風に半分にしたら、これをですね研ぎ切りにするんですね。こうやってね、こういう風にちょっと削いで、この断面をね多くします。そうするとね、すっごいね後で香りがいいんですね。これね特殊な切り方ですね。これそぎ切りしていきます。まあこのぐらいでいいでしょう。はい、そしたらですね、これ大事なポイントがあります。この削いだね、このお水にねちょっとつけるってことがすごく大事なので、こういうふうにね。で後ですぐね取り出しますけど、これ大事です。そうするとね香りがすごく良くなるんですね。はい、で次ね、このネギのねみじん切りなんですけど、ネギのみじん切りっていうのはね、こういう感じでね細かく切り込み入れていったらばですね、こっちのこう切り込みをこう入れていきゃいいですね。こうやって、ね、回しながら細かくこのぐらいで十分ですが、あとこのままこういうふうにするとみじん切りになっちゃいます。こういう感じね。でネギ切る時ね叩いて切っちゃダメね。水分が出ちゃうから、必ずこう見てください。流れるようにこうやって切っていただくと水分が出ないので、非常にネギのね香りがいいです。はい、こんな感じですね。はい、切り込みの、はい、これがねネギね2種類ね。よろしいですか。で次豆腐いきましょう。お豆腐はですね、今日木綿なんですけど、使う分はね、皆さんがもし使うなら絹ごしをおすすめしますね。やはり食べた時の滑らかさっていうのは絹ごしの方がいいんですよね。うちでこれ木綿なんだけど、麻婆豆腐用の木綿だから、切った時にね、これちょっと見てください。これちょっと大体1センチ角ぐらいに2センチ角ぐらいね切りますけど、はい、こんな感じでね、はい、切っていただくとちょっと見て分かるように、ほら見てください。この断面をツヤツヤしてますよね。木綿でボソボソしたやつありますよね。ほらお豆腐としてはすごく美味しい。例えば島豆腐、島豆腐ってあれチャンプルだよね。炒め用の豆腐なんですよ、実を言うと。麻婆豆腐はねこのように肝の細かい方が後でタレとね食べた時にね融合します。一緒に入ってくるっていうのかな、味がな。だからこれをおすすめしますね。絹をおすすめします。これちょっと水切っときましょうね。さっとでいいですから。はい、そしたらもうこのネギこっち一緒にしちゃいましょう。今回の動画を気に入っていただけましたらば、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。次はですね、肉味噌、これをね炒めていきます。この肉味噌はですね、いろんなものにね使うことができるんですよ。例えば麻婆春雨、麻婆茄子、あとインゲンと一緒に入れてもいいし、あとくず野菜細かくしてね、ちょっと塩味で漬物にして一緒に炒めたりするともう全部美味しいです。高菜と一緒に炒めても美味しいですね。ですからね、この作り方をね是非ねよく覚えてください。これ作る時おすすめはちょっと多めに作って冷凍保存できますから、少量よりもね多くやっちゃった方がいいかもしれないね。はい、まずね鍋はねよくねツヤツヤした鍋を使いましょう。でここへひき肉を入れます。はい、これをね炒めていきます。はい、これねちょっと見てください。ちょっとこの部分第一段階火通りました。でもこれじゃダメなんですね。なぜダメなのかというと、ちょっとねこれをちょっと見てください。ちょっと濁ってるの分かるかな。少し油濁ってますよね。これじゃダメなんですよ。ここからさらに炒めておくときれいに澄んできますから、油が。どういうことかというと、豚肉の水分をきれいに飛ばす。そうするとね豚のね臭みが全部取れます。あ、音聞いてください。音聞こえますか。
パチパチっていう、ほらほら音、これ今もう火止めたから、これが最高。これ合図ね。ここまで炒めるのがすごく大事ね。そうするとね、このちょっと油見てみましょう。綺麗に澄んでます。ほらどうですか、さっきと違いますよね。ここまで炒めて、この油もねすごく美味しい油だから、このね状態になったらば合図してくれてます。調味料入れてもいいよっていう合図をねしてくれましたので、ここへ甜麺醤入れます。甜麺醤、はい。そしてね全体をねジャージャー麺ってご存知かな、そんな感じのね色にしちゃいます。ああ香ばしくね、いい香りがしてきました。はい、そしたらここへお酒が少々、はい、そして醤油、しっかりとねこの豚肉に味をつけちゃいます。胡椒、これがね肉味噌です。はい、こういう味付けしたね、ちょっと油が出てますけど、これもうまみですから、これ全部使います。はい、この鍋に麻婆豆腐のね調味料を入れていきましょう。油少し入れます。油をね大さじ1杯ちょっと入れて、ここへですねにんにく、そして豆板醤。今日の豆板醤はですね3年熟成のピーシェン豆板醤ね、非常になんて言うんでしょうか、色は濃いんですけど3年熟成されてますから、味がすごく深みがあって、美味しいね。はい、そして第一の辛みです。第一の辛み、これ四川種のね一味唐辛子。はい、そして第二の辛み、これがポイントだよね。これラー油、ほらこれ下にドロッとしたのありますよね。これ実はね売ってません。自分のところで作るのね。唐辛子を種取ってこう香ばしく炒めて、ラー油をプラスしてミキサーしたやつなんですよ。でこれをねやっぱり入れてね、この粉も一緒に入れないと、これが香ばしい。これで判明したね。豆板醤だけじゃないんだね。辛みっていうのは一味唐辛子とそれからラー油を加えます。でここがポイント。この麻婆豆腐の最大のポイント今からやるから、これぜひ覚えてください。一瞬の出来事です。量少ないですから。今火止まってますよね。お玉の動かし方よく見てください。いきますよ。火つけますよ。はい、火つけました。はい、こういう混ぜ方します。落としますよ。はい、小さい泡が出てきますよ。はい、出てきました。はい、今火止めました。焦げちゃうから。はい、一瞬の出来事です。これが実は麻婆豆腐のね全てです。こうやって炒めることで豆板醤、唐辛子、ラー油のその香りが全部出ます。見てください。これ油が少しこう一瞬でしょ。これ以上やっちゃうと焦げちゃうからダメよ。はい、そしたらここへスープを入れていただいて、そして先ほどのこの肉味噌、これをもう今火止まってます。で次にやることはこちらね、塩一つまみ入れます。まあ塩分は舐めた時にちょうどいい塩分ぐらいでいいです。パスタじゃないんでね入れすぎないでください。そしてお豆腐を加えます。このねお豆腐を茹でるっていうことがね実はすっごい大事なんですね。このお豆腐を茹でることでね3つの効果があります。1つ、お豆腐に弾力が出ます。弾力が出るということは崩れにくいってことなんですね。もう1つ、お豆腐がね熱々ですから、ね、で茹でてありますから、これをタレに入れた時に豆腐の水分が出にくいだからまとまりやすいのねいう効果があるんでね、ぜひねお豆腐は茹でてください。じゃあどれくらい茹でたらいいか見ててください。これ時間じゃないからね、状態によって全部違いますから、これを覚えちゃえばいいですね。だんだんね豆腐がダンスを始めますから、こうやって動いてきますから、その頃合いがね最高。ほら少しずつ動いてきたの見える？ね、少しずつほら来てきてでしょ。ほらだんだん今ねもうちょっとしたらすっごい絶好調だよ。あと大事なのは茹で上がったらすぐ入れること。切って
置いといちゃダメ。置いとくと豆腐固まっちゃうから、タンパク質固まっちゃう。せっかくねいい状態がまた元にわあ始まった。これがねダンスです。わかりますか？こうやってほら全体がこれ一番今いい状態ですよ。はい、はい、そしたらですねこれをね入れていきましょう。もうねこう見てください。プルンプルン、ほらプルンプルン。はい、これを入れていきます。そしてね今度次大事なのこれ見て、このスープの分量、もうこれ見た目でやってください。ちょうどいい感じ。何 cc ソースといらないから。お豆腐ってやっぱメーカーによってね350もあればね、例えば300もあるし400もあるわけだから、ここを覚えちゃえばもう何 cc なんていらないから。はい、そしたらね弱火にして、次に大事な調味料ね、トーチ、大豆を蒸してこれ細かく刻んだやつ。これ醤油にはないねうまみがあります。はい、そしてお酒が入ります。醤油です。胡椒です。はい、そしてここへこの薬味ね、ネギと葉ニンニクが入ります。ちょうどいい塩分にします。はい、そしてここへね水溶き片栗粉を入れていくんですけど、この入れ方があります。僕たちプロだからパッパってやっちゃうんだけど、一般の方ってなかなかこの水溶き片栗粉わからないでしょ。だから僕たちこうやってつまむんですよ。でちょうどいい濃度にしてるんですけども、この塩梅がわからない場合はだいたい同量、ちょっと片栗粉が多いぐらいかな。これをねよく見てくださいね。さあ糸と正しいように入れたら、全体にお玉の丸い部分で全体にこうやって混ぜていってください。はい、また火止めます。これを何回か繰り返してください。はい、また入れますよ。糸を垂らすようにこれ入れたら火つけて、はい、全体に。あれこうやってほらお玉の丸い部分引っかいちゃダメよ。ちょうどよくなったので、こっからが麻婆豆腐の醍醐味ね。こっから今片栗粉ちょうど決まりましたから、こっからしっかりと焦がさないように火を入れていきます。片栗粉にしっかり火を入れます。そうすると時間が経っても戻らない状態ね。ここがポイントですね。でさらにこれちょっと見てください。この粉の部分とこれラー油ですよね。またプラスします。山椒オイルですね。これはマーです。はい、これ、はい、火強めにしますよ。はい、入れますよ。はい、そしたらばこういう動かし方ができれば最高だね。こういう風にぐず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 。はい、化粧油が少し入ります。はい、これでねこちらですよ。はい、盛り付けですね。これで仕上がりじゃないのね。ここへ粉山椒ね。はい、これがマーですよね。これで香りがいいですよ、すっごい。はい、このくらいでいいでしょう。はい、麻婆豆腐完成です。熱々のご飯と一緒にね召し上がってみてください。じゃあいただきます。ご飯の上に乗っけたら一番いいですよ。そうですね。はい、いいですね。辛そうな感じ。まあ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 、はい。いただきます。
最初辛くないですね。だんだんね、後後で辛みがくるね。最初甘く感じるかもしれない。そうですね。甘い感じがします。甘い感じの後に辛みでしびれで倒れると。今結構しびれてきました。豆腐の感じがいい感じです。豆腐がすごくね、滑らかでね。滑らかです。はい。さっき木綿豆腐って。これ木綿なんですけど、うちの木綿は絹に近いね。もうこれ麻婆豆腐のために作ってるような豆腐ですからね、これね。いや、とても美味しい。ありがとうございます。本店は赤坂にありますけれども、渋谷とか日本橋とか、支店がいっぱいございますので、横浜にもあります。麻婆豆腐の専門店もありますので、どうぞご気軽にお立ち寄りください。お待ちしております。